こんにちは。株式会社シラクのはかるかなです。さて、今日の探究の時間では、建築業界の最新技術というテーマを深掘りしていきたいと思います。特に AI が私たちの建物のデザインをどう変えているのか、そして空港みたいなとてつもなく大きなプロジェクトって一体どうやって実現されているのか、このあたりが今日のポイントになりそうですね。都市の在り方や気候変動への対応などさまざまな課題がある中で、建築の今を一緒に見ていきましょう。単に技術がすごいという話だけじゃなくて、それが私たちの暮らしや社会全体にどう影響してくるのかという結構大きな視点で見ていきましょう。都市はたくさんのエネルギーを使いますし、地球温暖化の原因になる温室効果ガスもかなり出しますよね。そうした中で変化に強くしなやかに対応していく力、いわゆるレジリエンスみたいなものが求められていると感じています。まず注目したいのが AI、つまり人工知能です。これが設計のかなり早い段階から使われ始められているんですね。日当たりや風の流れ、騒音といったものすごくたくさんの条件をコンピューター上でシミュレーションさせて、建物の最適な配置や形を探るなんてことがもう当たり前にできる時代なんです。これによってエネルギー効率が劇的に改善したなんて事例も報告されています。これはもう未来の都市づくりには欠かせないツールといっても過言ではないでしょうね。特にジェネレティブデザインという考え方がありまして、いきなり専門用語が出てきましたね。これは設計者がこういう条件を満たしたいっていう目標とか制約を AI に教えるんです。そうすると AI が人間では考えつかないような膨大な数のデザイン案を自動で考えてくれて、しかもそれぞれの案が良いのか悪いのか評価までしてくれるんですよ。すごいですよね。例えばオートディスク社のスペースメーカーというツールなんかは、土地の法律的なルールや日当たり、部屋からの眺めといった住み心地に関わるデータを入力すると、 AI が何千何万という建物の配置パターンを検討して、一番効率的で快適そうな案を見つけ出す手助けをしてくれるんです。でもそれって AI が建築家の仕事を奪っちゃうんじゃないのって思われた方もいるかもしれませんね。しかしむしろその逆なんです。 AI は仕事を奪うのではなく、強力なアシスタントとして協働していくというイメージですね。何度も繰り返す地味な計算とか膨大なデータの分析とか、そういうのは AI に任せてしまう。そうすることで私たち人間である建築家はもっと創造的な部分、例えばその土地が持つ歴史や文化といった人間じゃないとわからないような価値をデザインに込めることにより集中できるようになるというわけですね。まさに人間と AI がそれぞれの得意なことを生かし合う関係です。これによって設計の質もスピードも上がりますし、何より感や経験といった曖昧なものではなく、客観的なデータに基づいて計画を進められるので、意思決定の透明性も高まるかもしれませんね。さて、こうした先進的な設計技術と並んでもう一つ重要なテーマがありました。空港のような巨大な公共インフラをどうやって作って運営していくのかという話です。ここで出てくるキーワードが官民連携、特にコンセッション方式というものです。またまた難しい言葉が出てきました。コンセッション方式というのは、例えば空港や水道、道路といった公共施設の持ち主、つまり所有権は国や自治体が持ち続けるんですが、その施設を運営する権利だけを一定の期間民間の会社に任せるというやり方です。いわばお店のオーナーは大家さんのままで、運営だけを腕の滝の店長にお願いするみたいなイメージですね。民間企業は施設の利用料金などを収入源にして、
自分たちのノウハウや資金力を使ってより効率的で質の高いサービスを目指すわけです。例えば仙台空港や関西、伊丹空港が挙げられます。国が直接やるよりも民間ならではの自由な発想で LCC、つまり格安航空会社を呼び込んだり商業施設を充実させたりと利用者目線の運営ができるようになったというのは非常に興味深いですよね。政府としてもこのコンセッション方式を空港だけでなく上水道や有料道路など他のインフラにもどんどん広げていこうという目標を掲げています。つまり技術の革新が進む一方でそれを社会で実際に生かすための事業の仕組み、つまり制度の革新も同時に進んでいるという状況が見て取れます。技術と制度が車の両輪となって進んでいるわけですね。特にインフラの老朽化はこれからもっと深刻になりますし、国の財政も厳しい中で民間の力をうまく活用して社会の土台を維持・向上させていくという戦略的な位置づけなんだと思います。今回見てきたように AI による設計の高度化と PFI のような官民連携で大きなプロジェクトを動かしていく力、この2つがこれからの建築や都市開発を形作っていく大きな要素になりそうだと感じました。よりスマートで災害にも強く、そして持続可能なまちづくりがこれから加速していくのかもしれません。ただですね、最後に一つだけ皆さんに考えてみていただきたいことがあるんです。効率化や最適化というのはもちろんすごく大事です。でもそれをとことん突き詰めていった先に私たちが本当にここに住みたいなって心から思えるようなそんな街の姿があるのでしょうか。最適化された空間が必ずしも人間的な豊かさとかコミュニティの温かさみたいなものを育むとは限らないじゃないですか。便利だけど何か味気ない、そんな未来もあり得るわけです。だからこそ技術の進歩を追い求めるのと同時に私たちが都市や建築に本当に何を求めているのか、そのもっと本質的な価値とは何かという問いを常に持ち続けることがすごく大事なんじゃないかなと、皆さんはどう思われますか？技術の可能性と私たち人間にとっての豊かさのバランス、これはこれからも考え続けるべき大切なテーマですね。今回の探究は以上です。本日はご清聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。